やあやあやあ、闇のやり込みプレイヤーあかねちゃんやで、付き添いの葵です。前回はスキル稼ぎをしてパークをいろいろ取ったんやったな。魔法に対してはだいぶ強くなったね。今回もどんどん強化して最強のエアウルフを作っていくで、よろしくお願いします。せっかく強くなったことや茹で試しを兼ねてビターカップを取りに行くで。ビターカップ AE で追加された新アイテムやな。使用すると永続的なバフを得られる優れものや、ファルクリースの宿屋で謎の祭壇中本を読むとクエストが始まるから、クエストマーカーに従ってロードサイド遺跡まで来たで。でここに祭壇が3つあるからその中からどれか1つを選ぶんやけど、今回は力の祭壇中のを選ぶで。選んだ祭壇によって何か変わるの？クエストの展開と報酬が変わってくるで。ビターカップ自体はどの祭壇を選んでももらえるんやけど、追加の報酬が変わってくる感じやな。じゃあその追加の報酬ってやつのために力の祭壇を選んだわけだね。いや力の祭壇を選んだのは単にこれが一番簡単やからやな。これを選ぶと持ち物を没収された状態で闘技場で戦わされるんやけど、ウェアウルフなら持ち物なしでも全く困らんからな。楽勝でクリアできるっちゅうわけや。確かに元から何も装備してないもんね。何よりこのルートやと大量の死体を食べられるからウェアウルフの成長にぴったりなんや。うわぁ、何この死体の山。無理やり連れてこられた人たちのなるの果てやろうな。くそ、なんて非道な連中なんや。食べてから言われても説得力ないよ。ほんじゃ闘技場で戦ったチャンピオンの死体を調べて、ほいビターカップゲットやで。体力マジかスタミナのうち最も多いものが高級的に20上昇し、最も少ないものが20低下する。つまりどういうこと？まあこれは実際に使ってみんとわかりにくいな。ほんじゃ建物から出たら早速使ってみるで。現在一番高いステータスは体力で、一番低いのはマジカやな。この状態でビターカップを飲むと、ほい最大体力が20上がってマジカが20下がったで。要するに特定のステータスに特化したキャラを作りたい場合に、それをより補強してくれるアイテムってことかな。そういうことや。ちなみにマジカとスタミナが同じ値やとスタミナの方が20下がってまうんよな。だから1回だけスタミナを上げる必要があったわけだね。ほんじゃ次はウィンドスタッド邸を盾にモーサルへ行くで。家なら農園があるんじゃないの？理由は後で説明するとしてとりあえずさっさとクエストをクリアしてまうで。モバルスの隠れ家は吸血鬼メインのダンジョンやけど、これ前回魔法耐性を上げたおかげで魔法ダメージはほとんど食らってへんで。アンデッド苦手なはずなのに安定して攻略できてるね。体力が上がった分2人の指輪の回復速度も上がってるし、もうアンデッドとかオートマトンがメインのダンジョンでも問題なく攻略できるな。クエストをクリアしたら土地を買って家を建てるで。必要な施設は庭園、魚の孵化場、温室の3つやな。他の施設はあってもなくてもどっちでもええで。ちゅうわけで完成後の姿がこちらやで。庭園とか温室作るのは錬金素材の栽培のためだろうけど、だったらなおさら農園でよくない？その理由はこれやな。魚の孵化場。今回は錬金素材として使いたい魚がおるから、安定入手のためにウィンドスタッド邸を手に入れたってわけや。なるほど魚のためか。ほんじゃ素材集めに入るで。ウィンドスタッド邸近くの海岸でグラスポットをいくつか。モーサルの東にミルウォッチっちゅう自宅候補が追加されとるから、ここでナミラキノコ、ジュニパーベリー、カニスの根を回収するで。この家は手に入れるためのクエストとかないの？あることはあるけど家の前の紋章に火炎を当てるだけやから実質無料やな。随分簡単に手に入るんだね。そしたら次はファルクリース北西のエバーグリーンの森に向かうで。ここには何種類か魚が泳いでるんやけど、リラテイルアンティアスとリバーベティを捕まえるで。リラテイルアンティアス、釣りで追加された新魚やな。これもちゃんと孵化場で養殖できるで。そしたら残りの素材を植えていくんやけど、庭園と温室で植えられる箇所の合計は29やから、グラスポット3、カニスの根8、ジュニパーベリー8、ナミラキノコ10の振り分けて植えていくで。足りない分は増やしてから植えればいいわけだね。よしこれで植え付けは終了やな。じゃあいよいよ調合するの？いやその前に錬金術を強化するための装備やボーナスを揃えに行くで。レベル上がったから品揃えも良くなってるはずだね。まずはレディアント装具店で錬金術のサークレットと首飾りの極限を買って、ソルスセイムの鍛冶屋で錬金術の極限の不死がついたコテを購入するで。なんでソルスセイム？よくわからんけどソリチュードよりここの鍛冶屋の方が高ランクの不死装備が出やすい気がするんよな。ほい何度か殴りリロードを繰り返して多くの錬金術のコテ極限を購入できたで。じゃあいよいよ調合だね。いや次はリフテンに行ってオナーホール孤児院のグレロットを殺害するで。グレロットってことは闇の一頭？何かウェアウルフに役立つものあったっけ？あるクエストの報酬で錬金術強化の不死付きの指輪がもらえるんや。そういえば錬金術強化の指輪は売ってないんだっけ？そういうこと、何気にレアなんよな。っていうか自分で不死装備作ればいいんじゃない？うちのこだわりで、家事、不死、錬金スキルはどれか一つしか使わんことにしとるんや。それはまたどうして？これらのスキルは2つ
つ以上使うとあまりに強くなりすぎて工夫する余地がなくなってまうと思うんよな。確かに最強装備作って物理で殴ればいいってなっちゃうよね。せやからこのビルドでは錬金術スキルだけ使ってプチ装備は手に入るものだけ使うことにしとるで。あくまでお姉ちゃんのこだわりでそうしてるってことね。無理から依頼を受けるところまで進めたら追加の依頼を受けてニルシンシャッターシールドを殺してからメインターゲットのアライン・デュフォルを殺してその後無理に報告すればほい無理の指輪ゲットやで。錬金術強化 15% か。数字は大したことないけど指輪枠では貴重な強化だね。次はホワイトリッチの墓場に黒の書を取りに行くで。そういえばスキルを強化する効果があったっけ。ここの敵は主に人間と雲やから特に苦戦することはないな。ほんじゃ採用で血色の悪い節制を読むで。ここは暗い場所にいるとダメージを受けるっちゅうギミックがあるが気にせんでダッシュで突っ切るで。なんというゴリ押し。ほいちゅうわけで影の探求者ゲットやで。陰術スキル 10% アップ。錬金術も陰術だからこれで強化できるね。ほんじゃ今度こそ調合するから素材を回収するで。まず不可上でリラテイルアンティアス3匹、リバーベティ6匹を回収して、田園と温室に植えた植物を回収したら素材の数はこうなるで。グラスポット9、他の素材がだいたい30ずつだね。ほんじゃ用意した錬金術強化装備を身につけるで。前も言うたが血虫の兜のボーナスを乗せるためサークレットは最後に装備せんとあかんで。血虫の兜と交換で装備した場合もボーナスは乗るから、それで全ての装備にボーナスを乗せられるわけだね。今回は聖職者のボーナスも乗っとるから 1.56 倍になって合計で 126% 上昇しとるで。自作付属なしでそこまで上がるんだ。ほんじゃいよいよ調合開始やで。まずはカニスのね、ジュニパーベリー、ナミラキノコでほい体力回復速度上昇と休術上昇のポーションを作れるで。あれ体力回復速度上げても意味ないって言ってなかった。それに休術上昇もエアウルフと関係なくない？まあ実際の効果は後で見せるとして残りの素材も調合するで。グラスポットとリバーベティでほい編成上昇のポーションを作れるで。編成上昇で残ったグラスポットとリラテイルアンティアスを調合すれば編成上昇とマジカ回復のポーションやな。マジカ回復はついでにくっついてしまっただけで別にいらんで。ほいちゅうわけで1回の収穫で体力回復速度上昇プラス休術上昇ポーションを30個編成上昇ポーションを9個作れるで。ほんじゃ早速効果を試しに行くで。ようやく錬金術要素を見られるのか。ほんじゃ休術上昇の効果から確かめるで。まずはポーションなしで普通に殴ってみるで。ほい31ダメージやな。ところが休術上昇ポーションを飲んでから殴るとほい106ダメージまで上がったで。なんで？実は休術上昇ポーションにはバグがあってな。弓だけやなくて全ての物理ダメージが強化されてまうんや。強戦時の怒りを発動して吸血衝動の指輪を装備した状態でダッシュ攻撃を当てればこれ639ダメージまで上がったで。レジェンダリーで639ってことはノーマルに換算すると約2500ダメージになるわけやな。強すぎ。しかもダッシュ攻撃はよく多段ヒットが発生するから3段ヒットが発生すればさらに3倍の7500ダメージまで上がるで。もうめちゃくちゃだよ。効果は聖職者で延長しても90秒しか持たんがボス戦前とかに飲めば圧倒的な戦力になってくれるで。確かにこれは強い。次は体力回復速度上昇やな。ポーションで体力回復速度を上げた状態でウェアウルフに変身するで。ところがこの状態で体力が自動回復することはない。前に言った通りだね。ところが狩りの指輪を装備した状態で変身するとほいポーションの効果が乗ってとんでもない速度で体力が回復するで。おう、でもこれはどうして？理由は複雑やから省略するが、要は体力回復速度上昇のポーションで狩りの指輪による体力回復を強化できるっちゅうことや。狩りの指輪装備時限定とはいえこの回復速度はエグい。回復速度上昇系のポーションは5分と持続時間が長いのも利点やな。普通のポーションは1分しか持たないからね。聖職者で 1.5 倍されて7分30秒持続するから変身前に飲めば大体のダンジョンは効果時間中にクリアできるで。他のポーションもこれくらい持続すれば使いやすかったのにね。ただし注意事項として狩りの指輪を使うときは血虫の兜を外してから変身すること。そうしないと体力回復速度が下がってまうんや。なんで？これも複雑やから説明は省略するで。とにかく狩りの指輪を使うときは変身前に血虫の兜を外すと覚えといてくれ。最後は編成上昇やな。本能の指輪装備時に変身すると時間減速が発動するんやが、この時間減速は編成魔法扱いで編成上昇ポーションで強化できるんや。なるほど、このための編成上昇ポーションか。ほんじゃ編成上昇ポーションを飲んでから変身するで。これでどれくらい持続するの？ポーションだけやなくて聖職者と安定性による強化もあるからかなり長続きするはずや。そういえば安定性も取ってたね。ほい2
分35秒も続いたで。おお、時間減速がこんなに続くのはすごい。ほんじゃポーションの性能を確かめたところで今回はここまでやで。ついに錬金術要素が出てきたけどなんかもうはちゃめちゃな強さだね。せやけどスキル面での成長はこれが限界やな。じゃあ次回はどうするの？ウェアウルフに有効なボーナスを集めて最強のウェアウルフを完成させるで。有効なボーナス、何かあったっけ？意外なボーナスが活躍するからよかったらフォローチャンネル登録よろしくやで。いいね高評価もお願いします。ではまた次回。